はーい。ハッピーハロウィン。オータムンセール、どうもです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。清直樹です。ちょっと今大変な目に遭っている最中でご心配をおかけして申し訳ありません。今回はパブロ様からレビュー依頼をいただきましてこちらの板タブレット、インタンボ X7 をレビューしていきたいと思います。箱のデザインも可愛いのと同様にこのペンタブレットはカラーリングもパステル色のものもあり、とても可愛らしいラインナップです。とてもお手頃ですが色々と付属品もありますので紹介していきたいと思います。では開封していきましょう。本体は片手で持てるくらいのコンパクトサイズながら、5つのショートカットボタンに切り替え機能付きのホイールが付いています。タッチ式ではないですがこの価格帯でホイールも付くものなんだなと感心してしまいました。左手ツールなども使い慣れてくると欲しくなるものですが、これなら十分賄えるのではないでしょうか。英語と中国語の案内書ですが、後で日本語付きの取扱説明書もあります。そしてたくさんのステッカーシート。かわいいですね。デコれますがセンサー範囲には貼らないようにしましょうね。ロゴ付きクリーニングクロス。ふきふき。こちらがインタンボのペンですね。2つのボタンがありますがお尻の方の消しゴム機能はありません。消しゴム機能がない代わりに返芯を入れることができるみたいで、ロゴの飾りが転がり防止になっていますね。板タブなのでバッテリーいらずの8192レベルの筆圧で精度も十分あります。そしてこれはペンケースになりますね。iOS には対応していないとのことですがその他スマホ、タブレットやノートパソコンは使えますので、傷つけないように持ち運びするにはいいかもしれません。付属のグローブです。こちらも小さすぎないいいサイズ。謎のグローブオングローブ。持ってみた感触ですが、個人的にガタガタしている消しゴム部分はいらないなと思ってる方です。普通に精度がある消しゴム部分が欲しい。2つのボタンがあることがありがたく重要かなと私は思います。総じて他のペンタブレットと遜色ないのではと思います。そしてこれは取扱説明書。日本語もあります。返芯。ペンのお尻に何本入るのか試し忘れました。これは USB 3.0 を USB-C にする変換器。それぞれの機器に使えますね。これが USB ケーブルになりますので変換器と一緒に USB 接続する形。さて、内容物は以上ですがこれからドライバーを設定し、こちらを使用してハロウィン、ではなくオータムンセールと個人的にチャンネル登録者数7万人も祝って OC を書いていきたいと思います。実のところ歴としては液晶タブレットは4年ほどでして、板タブの方が長いのです。久々ではありますが板タブの使用感などを解説できたらと思います。それではドライバ設定についてですが、まずパブロさんの公式サイトから製品のドライバーを選んでダウンロードします。ダウンロードできたらタブレットを接続してドライバーを起動。USB ケーブルの向きが逆の場合認識しなかったので注意してください。個人的なおすすめ設定はボタンの上からブラシサイズの拡大と縮小、進むと戻る、アルトキーです。アルトキーはスポイトツールなどで頻繁に使用します。大事になるホイールですが3つの機能を切り替えられます。
私はカンバスのズームイン、アウトを使用していますが、マウスホイールの設定をカンバスの傾きに設定しても良いのですがクリップスタジオのハイフンキーとハットキーの後者がなぜか反応しませんでした。ディスプレイは画面比率に合わせるのがいいかと思っています。ペンボタンの設定は下のボタンを画面移動にしたいのでクリップスタジオのスペースキーに変更。上のボタンはそのまま右クリックがいいと思います。その他筆圧であったり、様々な設定がありますが言語の設定はここにあります。注意点がありまして、英語のインポート、エクスポートの位置が日本語だと逆になっていておそらくこれは不具合です。そして日本語にするとショートカットの表示が初期化されてしまうので言語を変える場合は最初にすると良いかと思います。それではイラストを描いていこうと思います。ペンのお尻側がどうなっているのかの確認ですが、ピンボケでよくわからないです。中はただの空洞で消しゴム機能がないことに気がついた時の私です。板タブレットは特徴として画面を見ながら手元のペンの位置を感覚的に合わせる必要があり、私の場合画面の横にタブレットを置いて書くことができません。画面の真下に持ってくることで画面で見ている位置がシンクロできるイメージですね。長年そうしていたのもあり、画面とタブレットの位置が左右に大きく違うと私は書けないということですね。ペンタブのショートカットキーがあるのにキーボードを使う癖が抜けない愚か者です。後にペンタブのショートカットキーメインで使っていく感じにはなると思います。ただ、実際にキーボードが使える状態なのであればそっちを使った方が時短にもなるのはそうだと思います。描画ツールのショートカットの数は膨大で、左手ツールのみでショートカットを賄うのは無理が出てくるのがわかります。いかにショートカットで時短ができるのかは言うまでもないのでキーボードはできれば使いたいですね。自分のカメラが録画時間制限があり、30分おきに録画再開しなければいけなかったり、バッテリー切れでその日は録画できなかったり、メモリー不足になって録画できなかったりなど、愚か者で申し訳ないです。まあ、ほぼ動くことがない手が映ってるだけなのでいらなかったかもしれませんが。板タブレットの画面を見ながら手を動かすというのが苦手な方もいるとは思います。個人的な板タブレットの利点を挙げるとするなら、まずはモニターが大きい場合です。大きなモニターに手のスナップ範囲で画面の端から端まで届くことができるのはある意味巨大な手を手に入れたような利点です。当時はコムの大きめの板タブインチオス4を使ってましたが、マッピング範囲を小さくして使っていました。液晶タブレットで大きいストロークをする場合、モニターの端から端へ手を動かす必要がありますが板タブはスタンドでも手に入れたかのような気分になれますね。他には手で隠れないことも挙げられます。通常絵を描くときは手で隠れるエリアができるのは必然で、液タブもそうですが板タブはそうなり得なく、実のところ板タブから液タブへ移行した時の違和感はそこが大きかったように思います。特殊であることは間違いないと思いますが、理論的に最も時短ができる可能性があるのは板タブだと思っていたりします。もちろん、最近は画面にそのまま書くことができるタブレットも主流ですからたくさんの人が板タブを求めるわけではないかもしれません。ですがモニターとペンの精度に不満がある場合はあってもほとんどの場合板タブレットで精度に不満が出ることは少ないのではと思います。画面にそのまま描くということは精度によりドットのズレが起きていたりなどは格安であれば当然あることです。ですが板タブはこのインタンボ X7 の価格帯でも十分な性能になるんですね。
もしお絵描き用にパソコンを買ったわけでもない方が興味を持ったなら板タブも始めるにはいい選択肢になると思います。それにこのインタンボ、X7 はタブレットはもちろんスマホにも対応してるとのことで、この板タブ以上に小さい画面に書くのは私としては未知数でさっきの話とも逆行してそうです。なのでおすすめするわけではないですが、スマホで書く方も出てきてはいますからそういう選択肢もあるんだろうと思います。さて、陰影作業も終盤で色付け作業に入りますがほぼ終盤です。久々に自分の OC を書くのはやはり気持ちがいいと言いますかいい気分転換にもなりました。何年かぶりに使う板タブレットもまだ使う感覚としては残っていて安心しました。それほどこのインタンボ、X4 で当時の板タブレットと変わらない感覚で書くことができたということですね。まだクリップスタジオ移行前、両つべチャンネルを作った時くらいだったなと懐かしさもありました。そんな私のチャンネルもなんと7万人の登録者を突破いたしました。このようにレビュー依頼ももらえるようになり大変嬉しく思っております。今後もぜひ絵を描く方もただ想像するのが好きな方も見ていただけたら幸いだと思います。パブロさんの製品は今オータムンセール実施中で安くお求めいただけるようです。リンクは概要欄からご覧いただければと思います。それでは今回もご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは。